カラフルタウン初開市。はい、始まりました。この番組は日本一の移民の街から世界一の共生の街へ、お互い様の心で在住外国人や社会的マイノリティと寄り添う一般社団法人エージアンと廿日市国際交流協会外国人相談センターの運営でお送りいたします。お相手はエージアンの栗林です。はい、多言語相談員ハグマです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、こんにちは。カラフルタウン廿日市は今回で、54回目の放送となりました。はい、今年初めての放送ですね。はい、今年もよろしくお願いいたします。はい、この後前半16時30分までは廿日市市国際交流協会のコーナー、その後後半はエージアンのコーナーでお送りいたします。共通テーマは多文化共生です。はい、このテーマにぴったりのですね、今回のスタジオゲストは株式会社イエスの安永さんにお越しいただきます。よろしくお願いします。はい、株式会社イエスの安永です。今日はどうぞよろしくお願いいたします。普段東広島で活動されて、わざわざ廿日市まで今日来ていただきました。ありがとうございます。2回目ですね、このラジオね。前回は2年ちょっと前ぐらいですね。そうです。お久しぶりでございます。はい、やり方忘れてるかもしれないです。はい、あれからですね、外国人の取り巻く環境とかですね、多文化共生も大きく変わってますので、新しい情報、あと今日はですね、お友達のですね、尾本さんも来ていただきます。はい、見ていただきますね。はい、大先生がはい、ということでですね、はい、多文化共生ということで、行っていきたいと思います。まずはですね、ちょっと早いですけれど国際交流協会の、コーナーに入りたいと思います。廿日市国際交流協会廿日市でアラソシエーション。はい、廿日市国際交流協会廿日市インターナショナルアソシエーションの、コーナーです。はい、前半30分は、はい、この中に2つのコーナーがあります。1つ目は多文化共生コーナーです。多文化共生や在住外国人に関する気になった私の記事などを紹介します。2つ目はニュースレター廿日市ブロッサムのコーナーです。廿日市市国際交流協会の月間開放誌ブロッサムから特集記事、イベント情報などをお伝えします。エンディングには世界の音楽をお届けします。今回ベネズエラの曲をね流そうかと思います。今のはい、私もベネズエラ大好きなんですけどね、はい、とても自然のいい国でですね、今話題のですね。はい、ということです。はい、私のですねこの廿日市国際交流協会は、世界のね音楽いろいろかけていったりですね、私の自作の曲とかを、かけていきます。はい、まずはですね、いつもの多文化共生の曲を聴いてもらえたらと思います。多文化共生、人と人との違いを壁でなく豊かさとして捉える社会。それは国籍や民族、言語、宗教、生活習慣、異なる文化的背景を持つ人々が互いの違いを尊重し合い、平等な立場で地域社会の一員として共に暮らし、協力しながら豊かな社会を築いてゆくこと。多文化共生、人と人との違いを壁でなく豊かさとして捉える社会。
はい、聞いていただきました、多文化共生マルチカルチャラリズム、これ本当はですね、最初はですね、多文化共生の定義ってあるじゃないですか、それをずっとね読んでたんですけれど、はい、毎回読むのもしんどいなっていうので、そうですよね。もう曲にしてですねいや歌ってもらった方が、はい、伝わるかなと思って耳に残りやすいですよね。ですね。マルチカルチャラル多文化共生っていう、とにかくですね、多文化共生ってね、我々のね界隈ではよく聞く言葉なんですけど、まだまだ一般の人にね、そうですよね。多文化共生って言ってもそれ何みたいな形なので、はい、どんどんもう耳にタコができるぐらいですね繰り返してですね、はい、言っていくことが大事かなと。素晴らしい曲ですね。はい、東広島なんか本当にね、大学があって本当にそうですね、イベントでも本当に多くの外国のね、留学生とかが来て、は盛り上がりますよね。まさに多文化共生の街かなということですね。廿日市も頑張らなきゃいけない。はい、でご存知のようにね、廿日市と、東広島が人口が今増加になってるんですね。そうですよね、なんで負けてられないそうですよね。ね、やっぱり多文化共生で、ね、住みやすい、外国人も女性も若者も住みやすい街っていうのはやっぱりね、活気が出てきて、人口増加にもつながるのかなっていうね話もありますのでね、はい、進めていきたいと思います。はい、それではですね、本日ですね、記事を紹介していきたいと思います。これはですね、プレス大野といって大野地区っていう、こちらもですね今人口が若い人も、親子も増えて外国人も増えてるですね、インターナショナル保育園もある大野地区っていうんですが、そこの地区のですね、はい、プレス大野より、記事を読みます。はい、スナック現プレス大野12月26日、住宅地で25年手作りおでんと温かな人らが作る居場所。廿日市市宮島口西の住宅街にあるスナック現は開業25周年を迎えた地域の憩いの場だ。 JR 宮島口駅から徒歩3分という立地ながら周辺に飲食店は少なく、この周辺でスナックはここ1軒だけと常連客が語る。フィリピン出身の店主柳原クレオハさんは開業以来地域に根ざした営業を続けてきた。柳原さんが来日したのは1995年1月、幼い子供と共に日本語も話せないまま生活を始めた。阪神・淡路大震災直後で予定していた大阪入国が叶わず、急遽福岡へ向かったという。所持金もなくどうなるかと思ったと当時を振り返る。広島大野に移り住んで以来はこの地域一筋で生活を積み重ねてきた。店を始めた当初は商売経験も会話力も十分ではなく、返答のニュアンス違いから叱られ、毎晩泣きながら帰ってきたこともあった。それでも続けてきたら慣れてきたと笑う姿に25年の重みがにじむ。この店の名物は柳原さんの手作り料理。冬場の名物手作りおでんは出汁から仕込み、数日かけて味を染み込ませる。大根、卵、こんにゃくなど定番具材が並び、常連客はどれも美味しいと評判だ。夏はポテトサラダや枝豆などの一品料理を中心に提供し、季節ごとにメニューが変わる。客層は幅広く、20年来の常連が多数な一方、20代30代の若者がカラオケを楽しむ姿も見られる。誕生日を迎えた客を皆で祝うなど家庭的で温かな雰囲気が特徴だ。取材の夜には76歳の常連客を皆で祝い、店内が笑顔で包まれた。ある常連はママがいい人だからいいお客さんが集まると語る。昭和のスナックを模写するアットホームで多くの客を引きつけているということなんですね。ここのお店ですね。記事にもですね、ママさんの優しそうな笑顔とですね、美味しそうなおでんがねありましたこれぜひ次行きましょうそうですね、そこで、はい、Google にも載ってましたので、そうなんですね、はい、夜7時半から営業してるらしいんですけれど、どうですかね、こういうようななんかアットホームな外国ルーツの方が地域に根ざしたお店みたいな、東広島とかでもあったりしますね。私の知り合いがオーナーしているインド人の方がやってるカレー屋さんがあるんですけども、そこは本当にカレー屋さんって結構ネパール人がやってるところが多い中で、その方インド人でシェフにこだわってやっておられてて、本当にインドの本場の味を、私も先日、1年前ぐらいインド行ったんですけども、本場の味を楽しむことができるという、はい、意外とそこでですね、多文化共生、外国人と知り合って交流したりということもできますので、そういった
はい、お店が増えてきているのはいいことなのかなと思っねております。あとはい福山とかはい横川にもベトナムの料理店も増えましたね。結構増えてきましたよね。美味しいですよねそういったとこ美味しいですよあそね。たまに和食以外が食べたくなった時うんに一つの選択肢になるのかなとですよね。はい思っております。あとタイ料理とかもね、うん広島でね、ありますよね駅の近くとか五日市にもあるんですけど、非常に人気ですもんね。はい、で日本人も食べに来るんですけど、やっぱりはい現地の人たちそうですもね、よね。留学生とかね、実習生の人たちが、はい現地の人たちが食べに来るとか大体美味しいですね。そうですよね。そういったところで交流の場であったり憩いの場になっていけばなというふうなことは思ってますね。はい、本当にね、そういうところで食べ物を通してね、さまざまな共生って言いますかね、多文化が本当そうですよね広がっていってですね、はい、すごい交流が深まりますからね。食べ物をそうですね食べながら会話するっていうのは。でね、この人みたいにね、基地の方、お母さんみたいにね、もう長年ね25年もやってきて地域にね、はいこう結びつくね、人々が集まるところで慕われるっていうですね、こういう話とてもいいですね。そうですよはね。い、なんかこれ話聞いてるとお腹減ってきますね。そうですね。本当に。ね、こういう結構ねはいプレスオーノではですね、うんこの前は他のですね食材店、はい。インドネシアのねうん食材店の紹介とかもあ、ですねそうなんですね。したんですけれど、結構ね地域にでもですねちょこちょこですねこういうベトナム食材店とかはい廿日市もですね、はい。はい、できてくるのが楽しみですね。へーはいニュースレター廿日市ブロッサムコーナーということで、ノリのいい曲の後にはですね、はい、ブロッサム廿日市紹介したいと思います。このコーナーでは廿日市国際交流協会の月間広報誌ブロッサムから、イベントや、記事をご紹介いたします。ブロッサムは、公民館とかですね、こちらのスタジオの前の情報コーナーにもありますので、ぜひ見てもらったらと思います。はい、まず特集ですね、新年の挨拶ということで、国際交流協会の望月会長より、挨拶の、記事を読みたいと思います。廿日市国際交流協会の会員関係者の皆様、新年明けましておめでとうございます。昨年度は被爆、終戦80年という節目の年でした。協会では設立30年を祝う秋フェスをはじめ、廿日市ピースツアー in 広島や姉妹都市ニュージーランドマスタートンへの青少年派遣報告会など、多くの事業を市民ボランティアの皆様と共に実施いたしました。広報誌ブロッサムや SNS を通じて活動を発信し、参加者の皆様からは温かい感想を多くいただきました。国籍や世代を超えて学び合い、平和を語り合う場が日常の暮らしの中にあることこそ、私たち協会の目指す国際交流だと初めて実感した1年でした。はい、秋フェスの挨拶でもお伝えしましたが、廿日市のアルファベットには海地のところに AI というアルファベットがあります。つまり愛があります。はい、新年度も多文化共生講座や語学料理イベント、青少年交流、在住外国人の暮らしのサポートなどを通して愛のあふれる廿日市を皆様と共に作ってまいります。本年も変わらぬ支援とご参加を心よりお願い申し上げます。引き続き市民一人一人が世界とつながるきっかけを生み出せるような力を合わせて取り組んでまいりたいと思います。ということで、愛のある廿日市はい、真ん中に愛があるんですね。はい、ということでですね。本当そうですよね。はい、ということでですね、新年のご挨拶記事でした。でですね、ちょっと本文にもありましたけれど、マスタートンというですねニュージーランドの都市がありまして、姉妹都市やってるんですね、廿日市は。あ、そうなんですね。なぜかというとウッドワンという木材のですね、企業の現地工場があちらにありまして、そうですか。それで25年以上姉妹、都市のね青少年が行き交うというですね、事業をやってですね、そのついでのちょっとその、報告会の記事を読みたいと思います。活動報告。
昨年8月に実施されたマスタートン青少年派遣事業について派遣者5名による報告会が開催されました。中高生ですね。5人は派遣期間にマスタートンの文化や生活様式、歴史などに直接触れ、自分たちの日本での生活を振り返り、廿日市の魅力を新たに発見したようでした。今後は海外派遣経験者としてニュージーランドの魅力について廿日市で発信する機会がありそうです。お楽しみにというわけでですね、はい、行ってきて、そうですね、はい、20日特にはまた私も青年海外協力隊とかで海外で行ったんですけど、やっぱり行くとですね、逆にこの廿日市とか地元のね、広島の良さっていうのがね、本当そうですよね。わかります。日本ってなんでいいんだろうって思いますよね。本当そうですよ。私もよく仕事でインドネシアやタイ、ベトナムに行くこともあるんですけど、やっぱり行くと楽しいんですけど、日本が恋しくなるという日本食とかですね、はい、日本の良さを再発見するには海外に行った方がいいんじゃないかなと、ですね。課題も発見できるんですけど、良さもね、両方ね、客観的に、思いますね。そういうのを中高生がね、廿日市から行ってこう感じて持ってかれるっていうですね。姉妹都市って本当素晴らしいですね。そういった機会を学生、子どもたちに与えれるっていうところは本当にいいところだなと。で報告会とかのもイベントなんですけど、やっぱり若い人たち動画が上手なんですね。景色とかね、音楽をつけてですね、素晴らしいね動画発表をしてくれてですね、いい学生生活を送ってますね。ですね。しかも向こうで英語でね、ホームステイは英語で一人でこうねホームステイしたりとか、向こうの高校生、中高生と英語で交流したりとかですね。はい。若い時にね、本当にこういうような中高生が行って帰ってきてね、活動してくれるのがこういうね楽しみとなります。特にですね、日本に帰ってきてですね、私もそうだったんですけれど、やっぱり日本の人も親切ですし、なんか治安の良さっていうのを本当にひしひしできますもんね。特に私中南米とか危ないところにいたんで、帰ってくると日本ってなんてね、素敵な国なんだろうと。素敵な国だってね。ご飯も美味しいし、ご飯も美味しいしと思いますね。はい、それではですね、もう一つですね、お知らせがあります。はい、次ですね、外国人のための相談会ということでですね、2月14日にですね、廿日市の市役所の中でですね、相談会を開きます。これ外国人のためですね、廿日市市役所7階会議室で予定されております。相談できることとして、在留資格、ビザや年金、保険、生活や働いて困ったこと、法律、結婚、離婚、交通事故などについてですね、専門相談員ですね、司法書士、社会労務士、行政書士に相談することができます。はい、通訳もつきますので、ただ、申し込みが必要です。2月6日までに、申し込みをお願いします。ホームページや国際交流協会の、窓口で、チラシもありますので、確認してもらったらと思います。あともう一つ、ぜひですね、こちら紹介したいんですけれど、廿日市市外国人材活用ガイドブックっていうのがですね、商工会から先日発行されました。先日なんですね。もう出来たてほやほやです。おー、すごい。冊子はあまり数がないので、後日ホームページに公開されるようなんですが、これはですね、外国人材を受け入れたい企業の皆様への、廿日市商工会が作った冊子なんですけれど、例えばですね、内容がですね、外国人材に興味があるとき、2番、外国人材を採用したいとき、外国人材を雇用した後、そして受け入れ企業例とかですね、まさに安永さんがされてるねことにも関わるんですけれど、で最後のところである後ろのページにはさまざまな相談窓口といって雇用相談窓口とか、うちのですね廿日市外国人センター、ハローワーク廿日市などですね、広島出入国管理局などさまざまなですね外国人の方とかですね雇用者の方が、困った時に相談できる連絡先もあります。ですごいのがですね、いいなと思ったのが、優しい日本語とかですね、外国人のコミュニケーションの仕方とかですね、あと成功している外国人の雇ってすごく活性化したとかですね、社内が明るくなったとか、そういうですね企業の紹介なんかもあります。そういった成功例があるだけで外国人の
雇うハードルっていうのが本当にぐっと下がるんだなと思ってますね。まあ、安永さんもね、さまざまな企業さんではいこういうような説明そうとかでね、なんです。されてると思ってますけどね、いやなかなかはい、初めてのそうで企業とかすよねねハードルが高いかなと思うんでなすけど、かなかまだ排他的はいだところはあってですね、うんどうしてもやっぱ外国人さんが入るとはうんちょっと考えられないというふうな企業もですね、残念ながら中にはあったりするので、そういった方向けにこういった成功例を感じていただいてハードルを下げていただくっていうのは本当に大切なことかなと思っております。見える化をねしたいですね。そうですね、はい。というわけで本当にこれから外国人を採用活用したいっていう人だけじゃなくて、今すでに活用してるね、はいマネージャーとかうん工場長とかですね、まあ、社長さん含めたはいもう現場の人たちみんなにね、はい、読んでもらいたい本になってます。非常によくできてます。本当そうですね。商工会さんが作っていただけるっていうだけで、まあ、会社としては安心感がありますよね。そうですよね。この間ご例会にね行って安永社長と私そうです一緒に名刺交換をさせていただきました。こういうこともね説明させてもらったんですよ。うんですね。はいというわけで、はい、廿日市もね商工会を含めてですね、こういうような環境を作ろうっていうことだと思います。はい、はい、そうですね。ですね、まあちなみになんか東広島とかでこういう外国人の、はいまあ後半でしっかり聞いていはいきたいと思うんですけど、何かこういうような取り組みとかっていうのが、ありがとうございます。我々が活動、拠点としている東広島市ではですね、外国人を雇用、介護人材外国人を雇用した際にその雇用にかかった経費の半分を東広島市役所が負担していただけるという、これ実は広島県で東広島だけなんですよね。外国人を雇用した際に出る補助金というのは確か私ちょっとうろ覚えなんですけど、山口県でもそこの例を見習ってやり始めたっていうのは聞いたんですけど、やっぱりその東広島かなり先進的な取り組みをされているというところで、やはり国際都市を目指しておるというところが、よく見て取れるなというところでございます。その補助金というのはやっぱり、はいいろいろ手続き的な費用とかはい、いうことを中心ですか。そうですね。手続きに関する費用の、半額分までは補助が出ますよなと。るほどね。そうなるとやはり外国人を初めて雇用する企業さんの助かりますね。一つハードルが下がるというところで、かかなり有効な補助金ということで、今2年3年続いていると、毎回予算限度まで使われていて、もう本当に活用していただいてということを先日言っておられました。はい、なるほど。はい、ありがとうございまはい、ありす。がとうございます。さてそろそろ私の担当する時間もいよいよ終わりに近づいてきました。今回お届けした内容を含め毎月発行する月間報誌ブロッサム廿日市はここFM 廿日市の情報コーナーや各市民センターに置いてありますので、どうぞ手に取ってご覧ください。最後にお伝えしました内容の申し込みや問い合わせ先をご案内いたします。廿日市市国際交流協会電話 0829200116 火曜日から土曜日9時から17時となっております。どうぞお問い合わせや皆様のイベントを参加をお待ちしております。はい、というわけでです